ええやん。今アメリカのマイアミ空港にいます。これからノルウェーの LCC ですね、ノースアトランティック航空で、ロンドンの方に向かいます。アメリカマイアミから、イギリスロンドンガトウィック空港行きのノースアトランティック航空は 3×3×3 のシート、なかなかの大型機使えますね。でしかも LCC なのになかなかな大きさの液晶画面があります。すごい。映画も見れるじゃん。すごいね。シートピッチはまあそこそこ。でもまあ長距離フライトとしてはちょっと不満かな。イギリスのガトウィック空港に着きました。いや、一気に寒くなった。外は今9度しかないみたいです。寒い。おはようございます。今日がちょっと待ってください。10月22日火曜日になりましたね。ロンドンのガトウィック空港に、おります。アメリカのマイアミからロンドンに来たわけですけども、私大西洋を渡ったのは初めてですね。よく考えたら移動手段、交通手段に関わらず大西洋を渡ったのは初めてです。ロンドン来ましたね。ロンドンイギリスに来るのは初めてです。で今朝の7時25分になります。めちゃくちゃ寒いです。ロンドンと東京の時差が8時間ですね。現在イギリスポンド1ポンド195円ぐらいです。とんでもない円安にちょっと最近触れてるみたいで、1ポンド195円ってなんか結構やばそうっすね。頑張ろうと思います。はい。でこのガトウィック空港から、ロンドン市内の方に行くんですけど、電車で行こうと思います。でただ電車にも何種類かあるらしくて、多分一番早いのがガトウィックエクスプレスってやつですね。でそれだと30分ぐらいでロンドン市内に行くみたいです。ただちょっとでも安く抑えたいので、私はナショナルレールっていう鉄道会社のテムズリンクっていうやつでロンドン市内に向かおうと思います。ロンドンもなんかオイスターカードっていう日本の東京のスイカとかパスモみたいなやつがあるんですけど、大体はクレジットカードのタッチ決済でいけるみたいなので、今回私はオイスターカードは買わずにクレジットカードのタッチ決済でなるべく行こうと思います。で今ちょっと撮影のため外出てたんですけど、空港着いてから外出ないで電車には乗れるので、また空港の敷地内に今入っているところです。電車はこのトレインステーションというところの方に進んでいけばいいと思うので行ってみたいと思います。でここにチケット売り場がたくさんあるけど、こことロンドン市内、ロンドン中心部の方だったらタッチ決済で行けるはずなんで、まず私はナショナルレールテムズリンクでロンドンブリッジに行けば良さそうなので、プラットフォーム4ですね。でこれでクレカタッチ決済で行けるはずなので、ちょっとやってみたいと思います。 Google Pay、Apple Pay でも多分行けますね。クレカタッチ決済で行けましたね。4番プラットフォームで乗ればいいはずです。ロンドンブリッジ駅まで2駅ですね。なんか駅の雰囲気は日本と似てる気がする。日本と似てるのか日本が似せたのかは分かんないですけど、清潔具合もアメリカより日本に近い気がしますね。あと3分で電車が来ます。一応ですね、まだ朝なんで、当然チェックインはできないとは思うんですけど、一応荷物を置きたいので今日から宿泊する施設に行こうと思います。まずは、今から乗るテムズリンクが届いたじゃない到着しましたね。これに乗ればいいはずです。混んでるな。ロンドンブリッジ駅に到着しました。もう今もろに通勤時間帯だからめっちゃ混んでるな。このロンドンブリッジ駅からバスに乗り換えっぽいので駅の外に出ます。もうクレカタッチで開きましたね。問題ありません。どっから出ればいいんだこれ。広いなロンドンブリッジ駅。とりあえず外出ましょう。今ロンドンブリッジ駅を出たところです。さっきのテムズリンクの乗車料金は 18.4 ポンド。結構高いんですよね。実はガトウィックエクスプレスと 4.5 ポンドしか変わらないんですよ。でただこれがオンピーク時間帯だからで、もうオフピーク時間帯だと
点いくつ、10点いくつポンドなんですよ。全然値段違うんですよね。もう倍近く違うんですよ。なので、4.5 ポンドしか違わなかったけど、ちょっとでも節約しようと思ってテームズリンクに乗りました。結構混みましたね、やっぱこの時間帯だと。でロンドンブリッジ駅を出てすぐ目の前にあるこのバス停で343番のバスに乗ろうと思います。この目の前にあるのがロンドンブリッジ駅。もうめちゃくちゃでかい立派な駅舎となってますね。で343番のバスが来たので乗り込みます。これもクレカのタッチ決済で行けるはずです。2階建てバスっていうのがいいですね。正面に見えるのがロンドンブリッジですね。これすごいな。橋がこんなかっこいいのすごい。バス降りました。バスすぐでしたね。ここから歩いて9分ぐらいのところに予約している宿があるので、そこ行って荷物を置いてこようと思います。しかしロンドンブリッジすごかったですね。めちゃくちゃかっこよかったですね。で今向かっている、今日から宿泊するところなんですけど、またドミトリーになります。ロンドンはというかロンドンもですね、物価が高いのでしょうがないかなと。探してる時にやたらと評価が高いドミトリーが1箇所あって、でだから最安っていうわけではないんですけど、やたらと評価が高いところがあって、ちょっとそこに泊まります。なので今そこに向かっているところです。眩しい。着きましたね。着いたはずですね。ウォンバッツシティホステルってところです。入ってみようと思います。ありました。荷物なんですけど、フロントで預かってくれるわけじゃなくて、このロッカーのとこで預けました。でクレジットカード払い OK なんですけど、私が借りたここのサイズは、5ポンドでしたね。しょうがない。で、今時間が朝の8時56分です。で、今このウォンバッツシティホステルの中庭というか、喫煙所のところにいるんですけど、ここロンドンが2泊3日しかしないんですよ。で、しかも明日はちょっと遠出しようと思っているので、ロンドン市内この辺の観光はもう実質今日しかできないかもしれない感じなので、もう早速観光に出かけます。さっき入ったところはカフェの入り口で、ウォンバッツシティホステルの入り口はこっちでしたね。では、観光に出かけます。今のところなんですけど、まだ来たばっかりであれなんですけど、ロンドンの雰囲気は結構好きですね。アメリカみたいな殺伐とした雰囲気はないですし、治安めちゃくちゃ良さそうですね。もちろん乗り物ではスリには気をつけた方がいいと思いますし、あと夜とかどうなるかは分かんないけど、でも夜も治安は別に全然悪くはなさそうな気がしますね。まだ雰囲気見てないけど、多分大丈夫だと思いますね。こんなこと言うの俺だけかもしれないですけど、雰囲気は日本に似てる気がしますけどね。治安が良さそうなところとか、あと時間が時間なだけに通勤中の方が多いので、足早に通勤してる方が多かったりとか、日本にちょっと雰囲気似てるような気がするな、ロンドン。だからかもしれないけど、結構居心地良さそうな街ですよ。まずはロンドンでめちゃくちゃ行ってみたかったところがあって、地下鉄に乗ってみようと思います。このタワーヒルステーションという、ホテルから歩いて10分ぐらいのところですね。ここから地下鉄に乗ってみようと思います。で地下鉄もクレカのタッチ決済ができるはずなので、それで乗ってみようと思います。クレカで行きました。こっちで乗ってみるか。ウエストミンスター駅でジュビリーラインに乗り換えです。ではジュビリーラインに乗ります。ジュビリーラインでセントジョンズウッド駅に乗りました。ちなみにロンドンの地下鉄の料金なんですけど、ゾーン制になっていて、自分が乗ったこのタワーヒルっていうのはゾーン1なんですけど、降りたセントジョンズウッドはギリギリゾーン2になっちゃったので 3.4 ポンドですね。ちょっとかかったな。このセントジョンズウッド駅から今向かっているのが、ここから徒歩5分ぐらいのとこなんですけど、おそらく世界で一番有名な横断歩道
を見に行きたいと思います。おそらく世界で一番有名な横断歩道アビーロードにやってきましたが、やはり結構観光客の方いらっしゃいますね。車が来ない時を狙って頑張って撮影するのが、ここの定番となっております。アビーロードはこんな感じなんですね。人が多いからもうこれがアビーロードなんだなってわかるけど、人がいなかったらもうわかんないかもしれないですよね。なんかもっとここがアビーロードだよみたいな印とかあってもいい気がするけど、そういうのは全くないんですね。結構交通量があるのでみんな記念撮影に苦労しています。止まってくれてるんで撮っちゃいます。ここはアビーロードです。アビーロードを通っております。そこのバスが多分気を使って止まってくれてたんでその隙を狙って撮りました。再び360度カメラで、アビーロード横断をしております。一往復してみちゃったりなんかして、アビーロードはこんな感じです。でアビーロードのすぐ近くにアビーロードスタジオがありますね。ここから中には入れないけどアビーロードスタジオです。もうアビーロードスタジオもまあアビーロードから近いっていうのもあるけど、もうみんな写真撮ってるからすぐに場所が分かりますね。ビートルズってすげえな。もうビートルズ解散してからもう何十年も経ってるのに未だにビートルズの聖地にはこれだけの人が集まりますね。あ、人がいる。このスタッフの人かなんかかな。アビーロードショップっていうショップがあるみたいなんでちょっと行ってみましょうか。こんなのあるんだね。すいません、店内撮影禁止だったのでちょっと映せませんでした。ですごい迷ったんですけど買っちゃいました。 T シャツ35ポンド7000円弱。あともう一個知り合いにビートルズ大好きなおじさんがいるのでお土産でキーホルダー買いました。8ポンド合計43ポンド使っちゃいました。クレジットカード使いました。アビーロード結構いろいろ撮ってみたんですけどお楽しみいただけたでしょうか。そろそろ立ち去ろうと思います。いやでも本当すごい人気ですね。このセントジョンズ湖駅のすぐ中というのかな、ヘルタースケルターっていうなんかカフェみたいなのがあって、でヘルタースケルターってポール・マッカートニーが歌作ったんですよね。曲ザ・ビートルズっていうアルバムに収録されてます。ヘルタースケルターなんかコーヒーぐらいは買えそうだな。せっかくなんで買おうと思います。十何時間ぶりの朝飯をヘルタースケルターで買いました。コーヒーラテとあとアーモンドクロワッサン。飲み物以外はパンしかなかった。アーモンドクロワッサン結構でかい。いただきます。うまい。なんか甘いなと思ったらシナモンですね。であとアーモンドがちょっと振りかかってる感じで美味しいです。まあラテも美味しい。普通なんかこのヘルタースケルターの店内にはビートルズグッズが結構販売されてます。ではここ、セントジョンズグッド駅からゾーン1に行こうと思うので、ただ今はもうオフピーク時間帯になったので 2.8 ポンドですね。 2.8 ポンド払って地下鉄乗ります。ロンドンの地下鉄は面白い形してますね。ロンドンの地下鉄はあの形からかチューブっていう風に呼ばれてるらしいですね。こちらセントジェームズパーク駅に、似ておりました。しかしロンドンの街並みはいいですね。もう治安もかなりいいと思いますね。だから地下鉄もスリにさえ気をつけておけば、で座席に座っていればすられることってまあほぼないと思うので、その安心感も相まってめちゃくちゃ眠くなりましたね。もうアメリカとは必要な緊張感が違います。はい、着きました。セントジェームズパーク駅から歩いて10分弱、バッキンガム宮殿になります。もうロンドン観光の定番中の定番っていうところでしょうか。
このバッキンガム宮殿は故エリザベス女王の、家だったらしくて、世界中の賓客をもてなす時に使われるそうです。このバッキンガム宮殿で有名なのが衛兵交代式なんですけど、おそらく今日はもう終わっちゃったかな。衛兵交代式はペルで見たし、私はいいです。まっすぐな長い綺麗な道が、広がっております。バッキンガム宮殿の衛兵交代式の時には、衛兵がこの辺も行進するんだと思います。しかしやっぱこの辺はなんかさすがヨーロッパっていう感じで、素晴らしいですね。ということで、世界で一番有名な横断歩道の次は世界で一番有名かもしれない宮殿でした。ロンドン思ったよりいいな。では次の目的地に向かおうと思います。ちょっとしんどいけど公共交通機関の料金が高いので20分ぐらい歩いていきます。バッキンガム宮殿から歩いてるところなんですけど、もうこの辺の道も歩いてて気持ちいいです。バッキンガム宮殿がある、ところにはセントジェームスパークですね。こちらはもう広い公園です。もうこういうなんか雰囲気のある大きい公園がボコボコあると気分が落ち着きますね。性格が穏やかになりそうです。知らんけど。そしてセントジェームズパークを抜けたところにあるのがビッグベンですね。なんか私は個人的にロンドンといえばビッグベンっていうイメージです。ビッグベンの目の前にある広場にやってきました。めちゃくちゃよく見えますね。ビッグベンの正式名称は実はエリザベスタワーというらしいです。このビッグベンの横にあるのはウェストミンスター宮殿、なので逆にビッグベンはウェストミンスター宮殿に付属されているものだそうです。これは1865年に完成したそうです。高さは96メートルということですね。ちゃんと表示されている時刻も正確です。時刻がめっちゃくちゃずれてたらそれはそれで面白かったんですけど、残念ながらめちゃくちゃ正確です。でこちらのビッグベンからすぐ近くの、テムズ川沿いに行ったら、見えるのが、こちらですね。ロンドンアイという有名な観覧車になります。テムズ川もいいですねって言おうと思ったけど水汚いからテムズ川はそんな良くない。ちなみに私は一人焼肉は余裕でできますけど、一人観覧車はすいません、ちょっとできないので乗るのはやめておきます。カップルやパートナーの方と来た方はぜひ乗ってみてください。テムズ川のボートに乗りたければここから乗れますね。ウェストミンスターピア。もし明日かな、明日時間あればちょっとボートも乗ってみたいとは思ってます。時間あればね、どうなるかわかんない。ではウェストミンスター駅から地下鉄にまた乗ろうと思います。今回はゾーン1から1のオフピーク時間帯なので 2.7 ポンドです。でただ1日の上限が 8.5 ポンドまでだから、今回は 1.7 ポンドだけしか取られないはずです。地下鉄のロンドンブリッジ駅で降りました。これがもしかしたらそこまで有名じゃないかもしれないけど、ザ・シャードという建物でなんとヨーロッパで一番高い高層ビルだそうです。ロンドンブリッジ駅の麓というか麓に立っています。高いな。確かに展望会とか多分あると思うんでちょっと行ってみようかな。今いろいろ調べてたらザ・シャードの展望会ちょっと今日はクローズドっぽい。クローズドって書いてあった。先ほどのザ・シャードまたはロンドンブリッジ駅から徒歩数分で着くのがこのロンドンブリッジですね。テムズ川に架かるロンドンブリッジです。で朝バスで通ったのはタワーブリッジって言ってまた別のものでしたね。向こうにあるやつで、こっちがロンドンブリッジです。私のような博打好きのおっさんはロンドンブリッジと聞くと日本の競馬の競走馬ロンドンブリッジを思い出します。相変わらずテムズ川は汚いです。こちらはロンドンブリッジを渡っているところです。歩道が広いですね。橋の割にはそれがすごいと思います。ロンドンブリッジを渡っております。こんな感じです。テムズ川は汚いです。ロンドンブリッジから徒歩10分ちょいで着きました。こちらがタワーオブロンドン、ロンドン島です。 Google マップの説明によると何百年もの血にまみれた歴史を刻む中世の城塞と書かれてます。怖っ。
私のようなパクチー好きのおっさんからすると、タワーオブロンドンも日本の競馬の競走馬が思い浮かんでしまいます。タワーオブロンドンは G1 レースに勝っためちゃくちゃ強い馬でした。このタワーオブロンドン、有料で中に入ることができるようなんですけど、中に入るのはやめとこうと思います。私なんかが入ったら失礼。逆に競馬言ってるやつが入ったら失礼。それではですね、今時間昼の2時を過ぎまして、ホテルというかホステルの方にチェックインできる時間になったので、タワーオブロンドンの外周を眺めながらホステルに向かいたいと思います。でもここからの眺めかっちょいいね。さすが G1 レースを勝った馬の名前と一緒なだけはあるといったところでしょうか。このタワーオブロンドンの右側にそびえるあの高い建物がザ・シャードですね。ザ・シャード麓から撮っても分かんないよね、あれこっからのが見やすいな。あんな形してるんですね。高さ310メートルということで、改めてタワーオブロンドンから歩いて10分ぐらいで今日から泊まるホステルウォンバッツ着きました。チェックインしようと思います。チェックインして部屋の中に来ました。で、8人部屋ですね。で、ベッドは空いてるとこどこでもいいって言われたので、下の段ここを確保しました。カーテンで仕切れるんですね。で、コンセントがここにあるので、こっちにもあるね。いい感じです。で、ちなみにロッカーが、これですね。これです。部屋の中にトイレ。で、あと、シャワー。綺麗。ちょっと臭いけど。Wi-Fi の速度は素晴らしいです。ということで、ウォンバッツシティホステルでした。いや、だいぶ綺麗ですね。清潔な感じです。部屋自体も、シャワールーム。で、ちょっとまた観光に再開したいところなんですけど、ちょっと携帯電話、スマートフォンの充電がやばそうだったので、今、いろいろ充電してるとこです。レセプションのとこに、自販機があったので、スプライト買いました。1.9 ポンドですね。きついですね、結構。で、ある程度充電が終わったら、ちょっと観光を再開して、で、あと、飯食って、で、今日はもう徹夜みたいなものなんで、もう眠いので早めに今日は多分寝ると思います。で、明日、朝早くから観光に出かけて、って感じですね。で、ちなみにここが13,000円でした。200で。13,010円かな。だから1泊6,500円なんで、ロサンゼルスのドミトリーと、ほぼ一緒。ちょっとだけ安いぐらいですかっていうところですね。ある程度充電終わったので、観光を再開します。で、今回はこの DLRっていうやつに乗ります。なんかよくわかんないけど Google マップで経路検索したら出てきました。で、これもクレカでタッチ決済できそうです。クレカタッチできました。これに乗りいいんだよなこれいいや、とりあえず乗り込んじゃいます。これがなんか DLR ってやつみたいですね。カッティソーク駅で降りました。今からですね、グリニッチ天文台に行こうとしています。で、今時間夕方の4時20分なんですけど、営業終了5時っていう風に Google マップではなってたので、結構ギリギリかもしれない。でもちょっと行ってみたいんですよね、グリニッチ。入れるかな。とりあえずグリニッチ天文台がある公園なのかな、広場なのかな、ちょっとわかんないけど、公園っぽいところの敷地内は入ることができました。グリニッチ天文台は丘の上に立っているらしいので、ここからちょっと上り坂になりそうです。でもここから歩いて5分ぐらいだから多分大したことないと思います。はい、到着しましたね。ロイヤルオブザバトリーグリニッチ天文台でございます。これかな、見えるかな。このなんか線みたいになってるのがおそらく経度0度の線ですね。そうか、これ中に入らないと経度0度線には行けないのか。ラストエントリー4時15分だった。今4時28分だから閉まっちゃいましたね。もう入れない、残念。ということで再びやってきました。経度0度線でございます。そこのピンクの人が立ってるとこですね。改めまして、グリニッチ天文台ロイヤルオブザバトリーグリニッチ
でございます。こちらは1675年にチャールズ2世が設計した天文台だそうです。先ほども紹介しましたが、経度0度の線がありますね。あれを本所4号線と呼ぶそうです。経度0度0分ですね。まさに世界の中心地でございます。先ほど言ったようにグリニッジ天文台は丘の上に立っているので、こんな感じですね。丘の上に立っているので、見晴らしがいいですね。グリニッジ天文台の周りはグリニッジ公園という名称でいいそうです。そのままですけど。で、真正面になんか綺麗な建物があるんですけど、確かミュージアムって書いてあったんで、美術館か博物館かどっちかですね。で、その奥には高層ビル群がドカーンと建ってますね。ただそこまで高い丘じゃないので、めちゃくちゃ見晴らしがいいかっていうとそこまででもないんですけど、ロンドンの街並みをこの角度から見れるよっていう満足感はあるっちゃある。今調べたら、今のグリニッジ天文台の入場チケット18ポンドっぽいですね。過去の情報っぽいので、値上がりしている可能性あるんですけど、入れなかったのは残念なんですけど、3500、600円浮いたというふうに考えられると思うので OK です。それではですね、正直眠くて死にそうなのでちょっと早いんですけど、早めに夜飯食べてホテル帰って早めに寝ちゃいたいと思います。今飯食えるところを、高速で検索探したら、ここから歩いて14分ぐらいのところにフィッシュ&チップスのレストランがあるみたいで、評価がめちゃくちゃ高いので、そこ行ってみようと思います。今日短い時間でしたけど、行きたいなと思ってたとこは大体回りましたね。やっぱロンドンは公共交通機関、バスにせよ地下鉄にせよ本数も多くて、いろんなところを走ってるから観光しやすいですね。短時間でいろんなとこ回れて、行きたいとこ行けて結構満足できました。で、ただ今日パン1個しか食ってないんですよ。めちゃくちゃ腹減った。ちょっとフィッシュ&チップス食べて、でビールを飲めるだけ飲もうと思います。腹減った本当。着きました。 Google マップのコメント数2616件で評価 4.7 というめちゃくちゃ評価の高いお店、ザ・ゴールデンチッピーですね。こちらいただきます。はい。とりあえずビールはバドワイザー頼んで、フィッシュ&チップスで、フィッシュの種類は結構あるんですよ。どれにすればいいかわかんないんですけど、多分一番有名なのがコットだと思うんですけど、コットのフィッシュ&チップスにしました。で、スタンダードサイズとあとラージサイズがあったんですけど、とりあえずでかい可能性があるのでスタンダードサイズにしました。バドワイザー持ってきてくれました。てかそっか、俺なんでバドワイザーにしたんだろう。今イギリスですねまだちょっとアメリカにいる気分でバドワイザーにしちゃいました。いただきます。正直バドワイザーそんな好きじゃないんですけどね、なぜかアメリカにいる気分になってバドワイザーにしちゃいました。フィッシュ&チップス来ましたけど、バカでかいです。伝わるかな。これフォークね。これフォーク。これフォークよ。フォークナイフよりも長い。そして分厚い。で、ポテト山盛りにサラダもついてる。嬉しい。すごいでかい。いただきます。で、フィッシュ&チップス食べる前にバドワイザー飲み干したんで、今度こそ確かイギリスのビールです。FS ピルスナーですね。いただきます。うまい。ではメインのフィッシュいきます。とりあえず何もつけず、熱々揚げたてって感じですね。いただきます。うまいわ。何もつけてないから味は薄めだけど、衣がサクサクで魚がふんわふんわ。これはうまい。この食感だけでええやんって多分なると思う。食感だけでうまい。持ってきてくれたタルタルソースと一緒にいただきます。もうバカうまいよ。うまい。量多かったけどちょうどなんとか食べ終われるっていう感じの量だったから、ほんと大満足。ごちそうさまです。お会計 27.5 ポンドでしたね。それなりの値段はしたけど、ビール2本飲んだからしょうがない。でもフィッシュ&チップスうまかったです。あと店員さんがめっちゃいい人で YouTube やってるって言ったらチャンネル登録してくれました。ありがとうございます。歩いて数分のところにまた DLR のデプトフォードブリッジっていう駅があったので、ここから、電車に乗ります。DLR の列車が今やってきましたので、これに乗って、ホステルまで帰りたいと思います。DLR のシャドベル駅で、降りました。ここからホステルまでは歩いて行けるので、歩いて帰ります。楽天モバイル2ギガ買い足します。1000円。